こんばんは。夫婦深夜トーク。こんばんは、セイゴ&ブレンです。はい、今日はこんばんは第11夜だね。になります。はい。これ見えてるかなこれ。見えてるよ。もう最近アッシュがこのブラインドを壊しに来るんだよね。もう何個か壊れちゃったから、アパート出るときにお金払わなきゃいけないじゃん。かもね。ね。今日は中華料理食べたね。そう、自分仕事休みだったから一日もうほとんどベッドにいたかも。そっか。ベッドにいて本読んでた。本読んで、で動画見て、で英語の勉強ちょっと今日はした、ぐらいかな。そっか。休みを満喫。仕事で帰ってきて、で生徒と映画見ながら中華料理食べた。木曜日だけが一緒に出る時間があるって感じ。平日だと、あとは土曜日休みだから、土曜日だけね。じゃあ早速質問に答えていきたいと思います。はい。移住を考えています。コロンバスの治安についてどう思いますか？コロンバスの治安？そんな詳しくないけど、聞いた話によると、多分どこもそうだけどだと思うけど、多分場所によるかな。コロンバスの今住んでるところは割といい感じだと思うけどね。そうね。なんかそのオハイオ州のなんか州都だから、結構美味しいお店もいっぱいあるし、でなんかいろんな人がやっぱりそこに集まってるから、ちょっと都会みたいなね、感じだから、なんか怖いところではないかな。そうだね。怖いところではない。危ないところはあると思うよ。でもそこに住まなきゃ大丈夫。大体はなんかそのダウンタウンとかさ、そういうところに近ければ近いほど多分ちょっと安全かなって思うな。そうだね。質問です。コンビニでつい買ってしまう商品は何ですか？なんかコンビニの種類にもよるよね。まずじゃあセブンイレブン。セブンイレブン。セブンイレブンは自分は唐揚げ棒そうだねはレジ行くと買っちゃうかな。唐揚げ棒、あとなんかある？あとあれはどこだった？あれでもファミマかな。なんかほらカニカマみたいな、で中にわさびマヨが入ってるみたいなやつファミマかな。ファミマ、ローソンだったよ。ローソンか。家のそう、いつもファミマとローソンわかんない。よくその話昔からねしてたよね。そう、ポンって使うのはローソンねみたいな。そういややってたね。そうね。じゃあセブンはセブンとりあえず。セブンはそう、セグ言ったようにその唐揚げ棒かな。でもなんか全部あるんだけど、リプトンのミルクティーが大好き。ね、それ飲みたい。そうね。あとおにぎりかな。俺はおにぎりの煮卵のおにぎり。なんかおにぎり好きなやつと、あとなんか一個なんか食べてみたいやつとか、新しい新商品のやつとか。セブンのおにぎり美味しいよね。でも今セブンもそうだけど、結構コーヒー飲んでた。そのカフェラテとか、あとは抹茶ラテとか飲んでた。今どんな種類が出てんだろうね。また出てるよね、多分ね。あとアイスとか、でもなんかそう、何時に行くかによるよね。なんで？ほら朝だったらコーヒーとおにぎりとかかもしれないけど、夜だったらちょっとアイス食べたいかもじゃん。そっか。あとチップスとか変わんないかも。そうね、セブンの味でも同じもの。コンビニで時間考えたことなかった。いつも食べたいもの食べてたから。そっか。今高3です。私は大学進学をしないのですが、まだまだ学歴社会な世の中でこの先不安も多いです。同い年の子や周りの人も大学生の人が多くて、進学しない自分の進路に不安しかないです。これから学歴を重視されない社会になりますかね。あとどうすればやりたいことが見つかるでしょうか。長々と質問ごめんなさい。少しでも前向きに将来と向き合いたいです。これ難しいね。やっぱりまだまだ学歴社会なところあるからね、実際は。でなんか給料とかも変わるじゃん。すごいおかしいと思うんだよね。変わるよね。
だってなんか自分が大学卒業して就職したけど、なんかそれってなんか大卒の人も取るし、高卒の人も取るし、専門学校卒業の人も取る職場だったのね、でなんか一緒、なんだろう、スタートラインは一緒じゃん。そうだね。で自分の場合は大学出たからといってそこまで特別なスキルを身につけたわけじゃないし、でむしろ専門学校とか出てこの方がいろんな資格持ってるし、なんかすごく能力は自分よりも上だなって思う、でなんか高校卒業したことをむしろ変わんないんじゃないのって思う部分もあったのね。だけど給料では差が出る。この子はなんか大学行かないんだって。で将来ちょっと不安、学校行かないでそのまま働くのかな。じゃん。で周りの子がなんか大学とか行ってる子が多いんだって。でなんかこれから学歴を重視されない社会になるかなって。あとどうすればやりたいことが見つかるか、難しいね。なんか大学は全てじゃないし、なんか大学行かないっていう道を取るんだったら自信持った方がいいんじゃないと思うけどね。なんかね、周りに自分を比べないで、なんかこうやって生きていくって決めてるならそれで、自信持った方がいいと思うんだけどね。そうね、何か見つかるでしょう。あるだろうけど、まあでもアメリカもね変わんないもんね。やっぱり学歴重視社会だから、やっぱり大学出てなきゃなんかやりたいって仕事を持っても大学卒業が条件だったりとか、やっぱりするから、その壁には今後もまだぶち当たるんじゃないのかな。そうだね、ちょっとシビアだもんね。まだなんだろうね、避けられない問題って感じだよね。あとは何だったっけ、この子が言ってたのが、やりたいことを見つけるにはどうしたらいいか。いやーね、正直言うとね、今でも分かんないよ。やりたいことが。でもね、分かる人がいるのすごいなと思うけど、やっぱり分からない人多いよ。多いと思う、友達も分かんないって言ってる人多いし、でね、自分が高校とか大学の時ってなんか、高校の時は大学行けばやりたいことが見つかるって思ってたし、そうなんだよ。大学入った時は、なんか大学4年とか3年になったらなんかやりたいこと見つかるんでしょうと思ってたけど、結局見つからなかったんだよね。なんかね、もちろんやりたいこと見つかる人も大学行っているし、でもなんか自分がすごいなって思ってたのは逆に専門学校行ってる子とか、あとはもうちっちゃい時から本当にね分かってるよね。そう自分の夢が昔から決まってる人はなんかもうなんだろうね、もうそういう運命っていうかさ、なんかね、自分にはそれなんかグッとくるものがなかったんだよね、多分その人生の中で。なかったね、でこれから先もあるか分かんないし、でもなんか不安にならなくてもいいと思う、だって自分だけじゃないと思う。なんか、自分も今アメリカに来てとか、大人になって結構周りと話して、この年でもねまだ分かんない人もいるし、自分よりも全然上の人たちとかでも、まだ何もやっていいか分かんなくて、なんか職を転々と変えたりとかしてる人いるから、別にネガティブにならなくていいと思うんだよね。大丈夫だよね。だってこれやって仕事をねして、でそこでなんかこれ面白いと思ってまたこっちに行ってってこうやって行ってできるから、別になんかで日本は一個の仕事をしてそれをさ、退職するまでやんなきゃいけないっていう文化があるから、多分すごくそれで悩むんだと思うんだよね。でもそれちょっと変わってきてんじゃん、でなんか今高3でしょ、だからもうこれからどんどん変わってくるんじゃないかなと思うけど、だから自分がやりたいことをね あちこちできる風になってくると思うから、そこまで多分心配しなくていいんじゃないかなって思うね。アフターコロナにぜひ長野に遊びに来てください。ぜひ聞きますね。スキーができるし、あとフルーツが有名だし、ね、でも行ったことあるよ。行ったことある。いいとこだった。いいんで、あとね星がすごく綺麗に見えるとこもあるし、大学の時の友達が長野出身だったから、いろいろお土産とかいつもくれてたんだけど、甘酒、七味でいつもなんかダークスポットみたいなところがあるって、星がすごく綺麗に見えるで世界に何個しかないところみたいなこと言ってたから、日本にあるね。そういつか行ってみたいなと思ってたけど、ね。質問じゃないんですけど、お揃いのブレスよく見せてください。ストーリーも聞きたいな。
ブレスってこれのことだよね多分ね。息じゃないよねうって横見せる。ブレスレットのこと。はい。多分そうだね。はい、こんな感じです。これはね動画でさこれを頼みましたって言ったけど、なんか届きましたとは言わなかったんだよね。いつの動画で言ったっけ？結婚記念日の動画出した時に、買ったって言ったんだよね。で一応なんかさ結婚1年目はこれ2年目はこれって決まってるじゃん。で3年目がちょうどこのターコイズだったっけ？なんて言うんだろうね、記念石みたいな感じだったから、今回はこれを買ってみました。そうね。そうまあ来年はまた違う石だからそれを買おうかなと。いいんじゃない？なんかね、何かの形で何かね、ネックレスやら何やらかでね。でもこれ結構気に入った。そうね、切れないことを願うけどね、まあ今んところ、とりあえず8月からずっとしてるからさ、とりあえず大丈夫そうだけどね。そうね壊れないようにね。質問いっぱいいただきました、ありがとうございます。で一昨日になるかな、この動画出した時新しいねリンゴ狩りに行った時の動画もね、出てるからぜひ見てみてください。はい、お願いします。すごいいいとこだったよね。景色綺麗だったしリンゴも美味しかったしたくさん取ってね、すごい良かったね。また行きたい。今度はいろんなフルーツ狩り行きたい。リンゴが終わってまたもう来年になっちゃうかもしれないけど、いちごやら桃やら梨やら来年のね春か夏に行かないと、行ってみたい。この動画面白いと思ったらぜひ高評価の方とチャンネル登録お願いします。お願いします。あとはコメントと概要欄の SNS、ブログ、グッズ、あと郵便先チェックしてください。はい。ブログの方にいっぱいなんかリンゴの時の写真とかいろいろ載っけてるのでぜひそっち見てみてください。はい。じゃあ皆さんいい夢を。おやすみなさい。